こんにちは、アンナスです。今日はダイソーで推しグッズっていうコーナーを見つけて、そこの写真とかを入れるキーホルダーじゃないや、カバンにつけるこういうグッズを売ってたんですね。で、いろいろ売ってたんですけど、これがちょっと作りやすいかなと思って買ってみました。なので、手元の方にどうぞ。はい、それではこれです。こんな感じのなかなかのあれですけど、こう開けるとここに多分写真を入れるんだと思うんですけど、このサイズの刺繍があればちょうど入るかなと思うんで、これをちょっと大事に置いといて、これを台紙にしてで刺繍をしようと思います。で、来年の干支が馬なので、この前ね、今ちょうど販売しているとこだと思うんですけど、2026年のキラリと輝くおしゃれな年賀状っていうインプレスっていうところから出てるんですけど、この仕事したんですね。で、ちょうど図案があるので、これです。このページのこれもし買われた方はその DVD ついてるんで、それ入れて、でダウンロードしても、もう中のやつを読み込んでもらえば、そのままはがきとして印刷できますっていうやつですね。昔からよくあるやつですけど、結構今も好きな人は結構買われるそうなので、売ってるそうです。で、いろいろね、馬も昔からいろいろ刺繍はしてるんですけど、アンナスの和の刺繍の本のでもいろいろやってます。干支っていう図案があって、これですね。前もね、1個だけ取り出してブローチにしたりとかっていうのを動画でやったことがあるんですけど、こういう図案もあるので、もうちょっとサクッと終わらせたい方はこれがおすすめです。もう多分2時間もあればすぐできるんじゃないかなと思います。他にちょっと候補で考えてたのは、民族系のやつですね。これ郷土玩具。この辺馬、チャグチャグ馬子、ちょっと発音がわかんない、方言の発音がわかんないんですけど、結構馬の刺繍はいっぱいあるので、この辺の民族系のやつをやっても可愛いと思います。ちょっと和風にもなるしね。なんですけど、ちょっとこれ今日はサイズが大きいので、ダーラナホースのチェーンステッチで、ダーラナホース1個だけだとちょっと寂しいんで、ここの梅の花とかをちょっと足してっていう感じでアレンジしてみようかなと思います。ね、それかこうか。これがいいですかね。下に馬がいて、梅の花が上に2つあるぐらいの感じが可愛いかなと思うので、こっちでもいいな。好きな方ですね。右向きでも左向きでも。この3点でやっていこうと思います。じゃあ図案を写していきます。はい、それでは図案を写します。チャコペーパーをめくると中にインクがついているので、インクの方を下にセットして、後でカットするんで位置はちょっと大きめに設定しておけばいいかなと思うんで、大体の位置にセットします。それで布と紙を一緒に挟みます。で、トレーサーの細い方で図案をなぞっていきます。はい、ではちょっとめくってみようと思います。映ってますね。ちょっと画面ではそんなにくっきり見えないかもしれないですけど、肉眼では割とはっきり見えてます。で、これをこう仕立てるので、とりあえずこんな感じで、じゃあ枠をして刺繍をしていきます。刺繍枠をはめていきます。
ちょうど顔から刺していくんで8センチだと結構全部埋めるとギリギリになってしまうんで、顔のところがちょうど真ん中に来るようにセットして、で刺繍が進んできたら後ろの方の時はちょっと枠をはめ直して刺繍するので、まずは顔ですね。で色はこんな感じで、ちょっとこう図案がなんか洋風なので、色だけでも和風な感じにしようと思って、ちょっと朱色っぽい感じと、あと黒と白、エクリュー、白もなんか真っ白じゃなくてエクリューにしました。であと金糸とか使っていこうかなと思います。ちなみにこの図案は、本には載っていないです。本買われた方はあれ CD 付きの DVD 付きのやつなんで、もしダウンロードされる場合はアンナスの毎月の刺繍っていうサブスクの月額600円のやつに入ってもらって、そこからダウンロードできるようになってますので、間違えないように。今ちょっとややこしかったですね。本の方は図案はないです。図案は載ってないです。で、順番を間違えていました。まず蔵のところですね。その背中の模様のところ、模様は最後に刺すのでちょっともう無視して埋めていくんですけど、最初小さい並縫いをしてギリギリで留めて、糸が渡っている上にザクッと刺すと絡まるので、これで止まります。で出ているところはハサミで切っておきます。でチェーンステッチですね。いきなりスタートがちょっと色が見づらくて申し訳ないんですけど、線の上を刺していってください。ここがいいかな。どこの角からスタートしてもらってもいいんですけど、まず初めに糸を出します。で反対の手の親指と下の指で糸をこうやって支えておいて、こういう丸くしておきます。で同じ穴に刺して2ミリぐらい3ミリぐらい頭を出します。こういう形をまず作ります。で糸をかけるんですけど、こうやってもうここにセットがあるから上に引っ張るだけでいけます。で割とギューッと引っ張ってもらって OK です。で穴の中、またさっきと同じ設定にして穴の中に針を刺して、こういう状態にする。で引っ張る。このセットをしない方は1回ずつかけてくださいね。だからこうやってでかけて上に引っ張るなんですけど、工程が多いとチェーンステッチものすごい今回多いので、なのでもうこれで工程を1個減らしてどんどん埋めていきます。で端まで来たら90度直角の刺繍をする場合、チェーンステッチの場合は一旦これで針を終わらせます。輪の外に今刺したんですけど、輪の外に刺すと終わるので、終わらせて、で一番最後に作った丸チェーンの中から針を出して、改めて90度向きを変えてまたチェーンステッチをやっていきます。これなんか見てると続きでいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、これ続きでやるとカーブができてしまうんですね。カクッとならないので、ここが結構重要なポイントで、90度角度つける場合とかは45度とか、その角度が結構強い場合は一回終わらせて、穴の中から新たに針を出してっていう風に糸切らなくていいんですけど、それをやることによって角がしっかりつきます。でまた端までいったら90度ですね。でよくチェーンステッチで聞かれるのが、線の上を刺していいですかっていうことなんですけど、線の上刺してください。他の世の中の図案がどういう風になっているのかちょっとわかんないですけど、私の図案に関しては線の上を刺さないと
うまくいきません。チェーンステッチって線の上を刺すとこう両端に丸がもりってできるじゃないですか。こうってことは図案よりほんのちょっとだけ一回り外側大きくなるんじゃないのかなっていう疑問を持つ方が結構いらっしゃるんですけど、大丈夫です。そういう設定で図案書いてるんで、その線の上を普通に刺していってください。なんかちょっと開けなきゃいけないのかなと思って、わざと線の内側を刺す人もいるんですけど、そうすると線が揺らいじゃうんですよね。なんか刺してる時にまっすぐにならなくって、なんか右に行ったり左に行ったりなんかこう揺らぎが出てくるんで、もう堂々と線の上を刺してもらうといいです。で、喋りながら今絡まってるんですけど、そうです。なので、チェーンステッチは線の上をもう気にせずどんどん刺していくで大丈夫です。じゃあこれでちょっと絡まりを戻しつつ続きちょっとぐるっと一周やっていこうと思います。はい、これで一周できたので、もう糸が多分たっぷりあるんで内側をまた刺していきます。ぐるぐる埋めていくんですね。で、2列目を刺すときはもう結構際を埋めてください。さっきも言ったようにチェーンステッチってこう丸くなるからちょっと隙間開けなきゃいけないのかなって思う方がいらっしゃるんですけど、開けなくていいです。もうそのままもう普通にかなりギリギリを埋めてって大丈夫です。糸の下に入れる必要はないですけど、もうかなりすぐ横に刺して OK です。で、また角に来たら一回終わらせて、で、また次っていう風にやっていきます。こうやってやっていくと、多分最後の方で、なんか一粒だけとか二粒だけぐらいの感じで残ると思います。なので、もうそういう時は一粒だけ入れるとかにして、一粒だけだとレゼデイジーステッチって名前変わるんですけど、そんな感じで埋めていきます。はい、できました。最初は練習だと思って、どうせ上から模様が入るから分かんなくなるんで、なんとか頑張ってください。そして次が2番ですね。左右のこの蔵のここの左右を入れていきます。で、チェーンステッチで2パターンあって、チェーンステッチって雫型なんですよね。こうなので向きを揃えるかどうかっていう話があって、こうやってやっていくとこう下がとんがってて上が丸いですよね。これ雫型になってるんですけど、これでこう向きまっすぐこうやってって、でここ2列やらなきゃいけないから、行って帰っての2列をやるのか、それとも同じ向きでスタートするとステッチの向きが揃って綺麗みたいな話もあって、これで1列なんですけど、これ2列目をここの下からスタートさせるか上からスタートさせるかっていう、くるっと回って戻るみたいな、くるっと回って戻った方が裏の糸の渡り糸は少なくなっていいと思うんですけど、どちらでもいいです。なんでかっていうと、もう人によりますそういう風に揃えたい場合は同じ全部下からスタートとかって決めてもらうといいんですけど、この図案の場合面で埋めていくので、もう何が何だか、もうなんだその雫型の向きがなんだっていうのは分かんなくなるんで、もうどちらでもいいです。で、私みたいに濃い色使ってるともう本当に分かんなくなるんで、なのでもうそこは今回はもういいです。気にしなくて大丈夫です。ただチェーンステッチでもわざと独立させてチェーンステッチを1列だけこうピシッてやりたい、2列だけピシッてやりたいみたいな、そういう時は向き揃えた方がいいです。だから時と場合によるので、今回に関しては図案面を埋めるのをチェーンステッチでやっているので、もうこれで OK です。で、こっち側とこことここですね。糸渡る
らせるときは1回ずつ糸を切って終わらせてもいいんですけど、こうやって中くぐらせて、でこっち側を刺していきます。なんか赤と白と黒だとチャグチャグ馬子のなんか郷土玩具みたいな感じになりそうですね。まあこれダーラナホースも日本じゃないですけど郷土玩具なんで、ダーラナ地方の置物だから、まあ国が違うからデザインがちょっと違うっていうだけで、まあ一緒ですよね。で色をこれにするから、和風にするからもう完全にチャグチャグさんになってますね。まあはいチャグチャグやりたい方はあっちを、和の刺繍の方を選んでもらえればいいかなと思います。でこれで2番が黒ですね。で終わって3番ここも同じ色なんでついでにやって、で4番は丸なんでサテンステッチで新しいステッチが出てくるのでちょっと説明します。はい、ではできたので今度は2本取りに変えて丸を全部刺していきます。で丸は真ん中に1本基準を入れて、で上と下とバランスを見ながら埋めていきます。なので、上刺してもう全然見えないですね。全然見えてない。申し訳ない。なんかチョイスした色が本当に悪かった。上と下と交互に埋めて、でまん丸綺麗にならなくていいです。なんか四角っぽい、私もあんま綺麗にできてないですけど、ちょっと修正してください。皆さんまず刺します。で、だいたい丸にならないですよね。で上からどんどん重ねます。私はいつもこうやって重ねて修正してます。でもし同じ色で刺繍されてる方がいらっしゃったら、布が白だからもういいです。なんかだいたいこんなもんかなぐらいでいいです。この後ここの周りに体の色でチェーンステッチをしていくんですけど、だいたいねすごい綺麗にさせたとしても周りを埋めるので結局なんか四角っぽくなるんで、もうそこはしょうがないんで。でダーラナホースのこういう装飾のデザインってなんかその作る職人さんによって違うらしいんですよね。なんかいろいろ調べてみてもなんかこれっていう決まったデザインがなくて、だいたいこの辺に色がついてるみたいな感じなんで、なんか果たしてここが丸にしなきゃいけないっていう決まりは多分なかったと思います。なんかこうたてがみっぽい感じでちょんちょんちょんって入ってたりとか、私はなんか刺繍しやすそうだから丸を選んだんですけど、もう何を見たかもちょっとわかんないですけど、なのでこういう感じっていう、イメージがあればいいです。でこれが終わったら裏に絡めて、で次が、体を刺していきますね。はい、丸ができました。そしたら今度はまた3本取りにしてチェーンステッチですね。もうこの範囲を埋めていきます。なんかここの手綱っていうんですかね、ここの首の下あたりのこの線から顔と上半身を全部埋めます。なんか3つのパーツに分かれる。ここと前足パーツ、後ろ足パーツで1つの面としてチェーンステッチをぐるぐる埋めます。でチェーンステッチで面を埋めるときはここの背中の四角と一緒で、これもこうやってまず外側全部ぐるーっと1周刺して、で2周目3周目なので、顔のここの線はせっかく描いたんですけど消えます。なのでまた図案とか写真とかなんかそういうのを見ながらこの辺りかなっていう線を刺していきます。なのでまずこれ外側ですね。
ここ90度だったので、90度の法則で一旦終わらせて、また穴から出して刺し直すっていう風にしましたね。今度45度が出てきました。45度の時は、ここから出します。頂点ありますね。チェーンステッチの頂点はもうここで作ってしまいます。なので、同じ穴から出さずに、このチェーンの際から針を出して、もう頂点はここに任せてください。もう次のチェーンステッチでは頂点のことは気にせずに、ちょっと下にずらして、で、チェーンを作ります。で、多分2針ぐらいいくと、また90度になっているので、またこれで一旦チェーンステッチを終わらせて、で、また穴から出して、続きをします。結構外側のこのシルエットを作る時が結構重要ですね。もう2周目以降は埋めればいいので、いちいちその90度の法則とか やらないで、もう普通に刺してもまあなんとか埋まると思うんですけど、外側のシルエットを刺す時は結構きっちり気にしながらやった方がいいです。で、また90度になったんで、はい、外側2周いきました。さすがに3周目はこのさっき作った丸いサテンステッチにぶつかってしまうので、まず一番下のところから針を出して、1粒作ります。で、輪の外に刺して一旦終わらせます。もうぶつかってしまうんでね。なのでまた2つ目。で、ここはもう丸と丸の間にこうぎっしりチェーンステッチが入るようにセットすればいいので、サイズはだから調整してください。さっきもっとちっちゃいサイズでやったから、これ 1.5 ぐらいでやらなきゃいけないとか、あんまりそういうことは考えずに、1粒ずつ入れてもらえばいいかなと思います。で、またまたいで、あとは一緒ですね、続きで。で、だんだん内側になってくると、いちいち針を終わらせてとかやらなくても、まあ、今やってますけどなんかだんだんこう丸くなってくるんですよね、角がね。チェーンステッチなんでね。なのでもういちいち終わらせないで続きでやっても全然平均になってきます。これでまた戻ってきますよね。ぐるっと一周戻ってきて、今度1,2,3,4周目をやるときもまた丸をまたいで1粒入れる。で、またまたいで1粒入れる。で、またぐるーっていって、これを繰り返して、そしたらそのうち丸がもう丸のとこにぶつからなくなってきたら普通にぐるぐるでいいです。ではそんな感じでやっていきます。はい。ではこの顔ができたので、次はアウトラインステッチです。3本取り。アウトラインステッチはまず1目作ります。で、ちょっと先に出して、最初に作ったステッチの半分あたりのところをギュッと押して、糸の下に刺します。半分ずつ重ねていくステッチです。なのでまたちょっと先に出して、半分戻る。っていうのを繰り返して、刺していきます。で、この後あれも手綱全部もやっていいと思います。で、やり方なんか目分量でやると間違えそうなので、ここはストレートステッチですね。ストレートステッチは出して入れての1本ずつのステッチなので、こうやってちょんちょん入れてってもらって、すごいなんか郷土玩具感がすごい出てますね。色でだいぶ変わりますね。で、こんな感じで入れて、
と分かんない方はチャコペンとかで線を描いて、でそこをアウトラインとかでなぞってやってもらうとやりやすいかなと思います。じゃあそのアウトラインをやって、でその後前足と後ろ足も同じようにチェーンステッチで囲ってからぐる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 埋めていきます。こんな感じですね。これで埋めていきます。はい、全部埋まりました。ということで、ここの星みたいなのを刺していきます。全部ストレートステッチです。3本取りで中心から放射状に刺していく形になります。針は外から中に入れる方が作業しやすいかなと思います。でこんな感じでまず十字を作って、で漢字の米の形に刺していきます。はい、これで一応出来上がりなんですけど、ちょっと金糸を出してみます。金糸は、これディアマントなんですけど DMC のあんまり長くしないです。だいたいこれで65センチ、これ2つ折りなんですけど、だから40センチぐらいですかね。あんまり長くするとぐちゃぐちゃになるので、でも玉留めで始めます。どこがいいかな。なんかちょっとキラッとあると色が全体的にちょっと地味なので、なんかちょっと欲しいんですよね。この辺りとかなんかこう節目にストレートステッチとかがあるといいかなと。好きなところに入れてください。こうなるとここですかね。蔵のところと蔵のところだけでも良さそうですね。なんか手綱のこの顔のところにもちょっと入れようかなと思ったんです。ちょっと入れてみます。ちょっとここはあまりにも遠いので中をちょっとくぐらせて、この辺りかな。あとここのストレートステッチもちょっと入れて、こんな感じではい。じゃあこれで馬はこれで出来上がりですね。あと梅の花をこんな感じです。これでこの上ですね。色はやっぱり赤と白だと全然目立たないんですよね。とりあえず赤で刺して中をストレートステッチを白でやってみようかなと思います。まずこのチェーンステッチで花びらの半円を作っていきます。で半円作ったら一回輪の外に刺して終わらせて、90度に刺す時のやつですね。でまた改めて半円を埋める。で2周目以降はもう気にせず
もうただひたすら埋めていくっていう感じで、1回ずつ90度にしなくてもいいかもしれません。まあ2周目ぐらいはちょっと同じように刺してもいいかもですけどね。はい。では、仕上がりました。ちょっとアイロンもかけてきたんですけど、これに入れていきます。ちょうどなんかこれ硬いのでちょうどいいですね。これよりちょっと大きめにして、まあでもこっち大きすぎますね。こうやった時にちょっと多いかな。それで周りぐるっと塗って、でブローチを作る時みたいに縫い糸で周りをぐし縫いして、ちょっと角がフリッシュぐるっと縫います。縫って、でこれ中に入れて、これで周りがぐし縫いできたので、これを中に入れて、こんな感じですか。で引き絞って、で裏もこれ裏も見えるから、なんか布をちょっとするといいですね。あんまりピシッとしなくてもいいかもですね。全然これだとゆるゆるだから、もうちょっと引き絞って、でここになんか布を貼って、裏はまあちょっとこれが見えなくなればいいかなっていう感じですね。はい、こんな感じで、なんかお年玉袋というか、なんか花札というか、そういう感じになりましたね。でこれに入れます。もうこう色1色しかなかったから、2色あったかな。なんかこういう綺麗なブルーしかなかったんで、もうちょっとね落ち着いたのがあるといいんですけど、布はただ置いてるだけです。裏汚いんで。でも貼る必要はないかなと思います。これでカバーするんで。で、こうか。あ、違う。こうですね。ちゃんとよく考えられてる。こうですね。こう、いい感じ。糸くずが入っているけど、ちょっと後でと。こんな感じですね。あ、かわいい。いい感じですね。こんな感じで、初詣とかにこれね、カバンにつけて持ってってもかわいいし、これいいですね。まあ、縮小とか拡大とかせず、そのままのサイズで使えたので、まあ、裏ね、刺繍しても多分なんかワンポイントぐらいとかじゃないと、この重なってるんで大きい図案は無理そうですね。もう表だけで使ってもらう感じです。ただ、ビニールだけどここ穴開いてるから雨には弱いと思います。ここから雨が染み込んでくるんで、まあ100均なんでこんな感じだと思いますけど、結構思ってたより良くなっていい感じです。はい。では皆さんもよかったら真似してみてください。以上です。
かがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。